この動画は、ストーリーの途中です。最初から見たい場合は、概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。中間テストも終わり、無事、赤点もなくパスしたので、いよいよ文化祭の準備が本格化する。11月頭にある文化祭まであと2週間ほど。放課後になるとクラスメートたちが残って、テントにつける装飾や看板を作り始める。今日は障害の仕事があるけど、俺も時間まで看板作りの手伝いをする。黒姫さん、字、上手。昔、習字をやってましたので。いいね。それ終わったら、こっちもお願いできる？はい、任せてください。黒姫さんもメニュー表作りの手伝いをしている。楽しげにクラスメートたちと話しながら、作業に勤しむ。君の甘いのも知りたいな。どんどん下がってっとる。はあ、どんどん下がってっとる。おもろ。どうして私に関わろうとするんですか？おお、なるほどなるほど。セリフ変わるんだ。やっほー、お姉ちゃんに任せてね。兄さん、よろしくお願いします。なるほど。やっぱ壁を作っとるからこそ近づいてくる人間には敵意しかないから、30、29まで下がるんか。はあ、だから一番最初がそんな高かったんか。はあ。近すぎるのと、近づいてくるのと、離されるのとか。うわ、おもろ。なるほどね。どうして私に関わろうとするんですか？すげえ。どん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 距離離れてっとる。すげえ。でもな、これ以上突っ込むってことは、これは興味深いです。なんて言えばいいんだろう。まあこの子ね、夕日のルートに入っとくからまあ別にいいんだけど、背負うことやからね。これ以上の踏み込みは。うん。話を聞くよとかそういうレベルじゃなくて、話を背負うよって話になるから。積極的な、いつも通りの黒姫さんだ。中間テストの前に、何もない、と言った黒姫さんからは想像もつかない。あれは何だったんだ？テスト週間に入ってしまったために、あやふやになっている。あの時の黒姫さんは明らかに普段と違った。だが、黒姫さんをどれだけ知っているのかといえば、実際は、ほとんど知らない。新幹線で出会った少女。一期一会の出会いだと思った。でも、偶然に再会してクラスメートになった。コーヒーをご馳走したり文化祭の交渉へ行ったり、短い時間ながら共に過ごしてきた。穏やかで優しく茶目っ気もある少女。俺の知る黒姫さんは、それだけ。俺は彼女のことを何も知らないんだ。だとしたら、何もない、と言った黒姫さんは、俺の知らない、黒姫さんの一面、なのかもしれない。なあ、当日のシフト表の案を作ったけど、お前これで大丈夫か？俺は、空いたところに入れてくれればいいぞ。当日、クラスメートが持ち回りでクレープを焼いたり、呼び込みをしたりすることになっている。お、そいつはありがたい。と、この後打ち合わせだったっけ？ああ、そろそろ時間か、行くよ。霧の良いところまでやったら行こう。商店さんに行くんでしたら、私も行った方がいいでしょうか？会話を聞きつけたのか、黒姫さんが声をかけてくる。今日はレンタル品についての相談だから大丈夫。
そうなんですね。それじゃ、行ってくるよ。おう、行ったら。気をつけてくださいね。見送られて立町へ向かった。さすがに皆帰ってるか。レンタル業者さんは、流れ茶屋街の店と付き合いがあり、そのつてで頼んでいる。向こうからすれば子供の頃から知っているので、最近のことをあれこれと聞かれてしまった。話し合い自体は、とてもうまくいったのだから、良かったと言えるが。早く戻って、作業の手伝いをしようと思ってたんだけどな。予想通り、教室へ向かう廊下は静かだった。どのクラスも、すでに帰ってしまったのだろう。まだ文化祭まで時間はあるし、遅くまで残っているクラスは、文化祭実行委員会に目をつけられる。だから、今の時期は早々に帰るクラスが多い。また、黒姫さんが寝てたりして。この静かさに、そんなことを思いながら歩いていく。お待たせしました。教室の中から聞こえた声に、足を止める。黒姫さん。うちの教室じゃなくて隣の教室だ。どうして黒姫さんが？わずかにドアが開いているので、覗いてみれば、黒姫さんと男子学生が向き合っている。告白だ。あいつは、隣のクラスのやつだったと思う。お話とは何でしょう。これは、恋愛には疎いが、それでも一瞬でわかる雰囲気。黒姫さん、今、付き合ってるやつっているのか？単刀直入だった。いいえ、引っ越してきたばかりですし。緊張した男子学生の言葉とは裏腹に、黒姫さんは、きょとんとしている。もしかして黒姫さん、状況がわかってない？あ、それなら、俺にもチャンスはあるのかな。なかなか責める言い方だ。他人事ながら、緊張してくる。チャンス。ああ、そういう要件ですか。もっと慌てたり、恥ずかしがるのかと思ったけど、静かな反応だった。そこでこの表情できるのがマジでこの子の、なんか、腹の内が出とるよな。私とあなたは、ほとんど面識ありませんよね。どうしてですか？まあ、一目惚れっていうのもあるけど、廊下とかで話してるの見て、すごく明るい子だなって思ったし。そっちのクラスのやつも言ってたけど、積極的に色々と手伝ってくれる優しい子って話だし。黒姫さんのこと、もっと知りたくなったっていうか、だから、付き合いたい。黒姫さんに対する認識は間違っていない気がする。彼の言う通り、明るく優しいいい子だ。告白する動機としては十分すぎる。そうですか。熱っぽい告白に対して、黒姫さんはどこまでも静かだった。ありがとうございます。ですが、ごめんなさい。少しだけ笑みを見せ、はっきりと断る。なんとも言えない笑みだった。告白に感謝した笑みにも見えるし、作り笑いにも見える。感情の見えない笑み。そっか、友達からとか言った方が良かったか。残念そうだが、ある程度予想していたのかもしれない。いや無理か、やっぱり STR10 のことが好きなのか。そうきたか。俺のことやな。恋って紛らわしい名前にしたからか。ごめんなさいね。あの人の名前を。どうして？よく一緒にいるし、一番仲良さそうだから、てっきり付き合ってるのかと思ったけど。
まさか俺が話題に上がるなんて思っていなかった。俺のことを黒姫さんがこのまま聞くべきなのか、聞いてはいけないことじゃないか。なのに足には根が生えたように動けない。いい人だと思います。興味が打ち勝ち、黒姫さんの言葉に耳を澄ませてしまう。おほでも、好きではありません。振られちゃった。おじさん振られちゃった。使いやすくするのがおじさん振られちゃっ合理的です。た。29% だもんこれはね。興味深いです。好きじゃない。はい。私は恋をしませんから。いつもと同じ、穏やかな話し方だ。だが、はっきりとした口調。恋をしないイコール好きではないわ。いや、じゃ恋をしないイコール好きではないじゃないんだけどな。うん。そらそうやろ。別になんだろう。焼きそばを食べないって言っとるけど、別に焼きそばが嫌いなわけじゃないか。焼きそばが嫌いって言えば焼きそばは嫌いかもしれんけど、焼きそばは食べないは焼きそばが嫌いじゃないからさ。うん。好きかもしれんやん。ただ事情があって焼きそばが食べれんとかさ。告白を断った時と同じ、強い言葉だった。前にヒコロモ亭で、恋の話をした時は、曖昧に濁していた。でも、今は完全に否定している。これが黒姫さんの本心。恋をしない。それ以上は聞かずに、自分の教室へ戻る。俺は、どう思ったんだろう。ショックを受けているのか、いないのか、自分でもよくわからない。期待していたわけではないから、気にすることでもないはず。よくわからない感情が渦巻き、胸の中で凝縮し、ずーんと重くなる。これは、なんだ？いや、考えてる場合か。自分の荷物を回収する。黒姫さんと鉢合わせする前に、教室を出ないと。確かに。バレた。戸を開けた目の前に、目を丸くした黒姫さんがいた。お疲れ様です。戻ってきたんですね。お疲れ様。黒姫さんがいつもの微笑みを見せ、俺の脇を通り過ぎる。そのまま、自分の席で帰る支度をする。どうする？聞いてましたよね。一瞬のためらいを見透かしたように、見つめられる。バレたか。責めているわけではない。むしろ、優しい口調だった。だが、否定する気になれない強い眼光にうなずくしかない。恋をしないって言ってたよな。そこまで聞いてたんですね。ごめん、聞くつもりはなかったんだけど、いや、これも言い訳だ。別に構いませんよ。伝える手間が省けました。伝える手間。やっぱこういうのは第三者目線で見るのが一番楽しいな。伝える手間？いつか自分が告白されると、おじさんに告白されると思っとったわけ？手間。ええ。蔦町先輩にあなたをおすすめされましたが、ごめんなさい。私、恋はしません。なるほどね。そこは謝るところかな。妙なところを気にしている。そういうことじゃない。恋をしない。はい、しません。確認すれば、微笑んだまま断言される。どうして？どうしてもです。
やはりあっさり言う。うん、そこすごいなんかあっさりしとるな。かつて学園に来なかった理由を、どうしてなんでしょう、とはぐらかした黒姫さんとは別人みたいだ。そっか。そうです。ですので、恋は他の方にしてください。もっとも、私に恋をするなんてないでしょうけど。小さく笑った黒姫さんはいつも教室で見る黒姫さんと変わらない。なのに、どこか雑音の混ざったような違和感ばかり感じてしまった。どうかした？え？眉間、ぎゅーっとなってるよ。姉さんと夕飯を作っていたら、眉根をつかれた。じゃがいもの皮むきも止まってるし。あ、ごめん。じゃがいもの皮むきに戻る。お姉ちゃんにも言えない悩み？いや、恋をしない状況ってどういう状況かと思ってさ。恋の相談？そういうのじゃなくて、なんていうか、恋愛もののドラマの定番でそういうの、あるから。ああ、物語の話？そうね。恋愛しない宣言をするキャラクターっているよね。隣で人参を切りながら、姉さんが考え込む。大抵家庭の事情とか、昔恋愛で傷ついたとか、いろいろかな。そもそも恋愛に興味がないってパターンもあるし。ああ、姉さんや霊みたいに？そういうこと？今は恋を。姉さんに相談するまでもなく、ごめん人は千差万別多種多様。そういうこと？今は恋を考えられない。案外定番の理由かも。姉さんに相談するまでもなく、人は千差万別多種多様。恋をしない理由だって様々だ。黒姫さんにも何か事情があるのだろう。何か？何も。え？何もないからですよ。休んだことの理由です。何もないんです。ただ、なんとなく休んで、なんとなく連絡しなかった。それだけです。あれは、休んだことの理由がない、そういう意味の言葉だ。でも、恋をしないことにも何もないから、が、関わっているのだとしたら、考えすぎだと思う。でも、何かがつながりそうで、つながらないもどかしさだけを感じる。でも、恋をしないなんて言っちゃう子は、大体恋をするかな。前言撤回するってこと？そうじゃなくて、知らず知らずと恋に落ちちゃう。恋に落ちる？そう、恋はするとかしないじゃなくて、落ちるもの。そういうこと？姉さん、それはあなたにも言えることなんですよ。分け知り顔で言われてしまった。だとしたら黒姫さんに限らず、恋愛を意識してない俺も恋に落ちるんだろうか。そもそも俺はどうして黒姫さんのことを、こんなに考えてしまっているのか。あの告白時に俺の名前が出たからか？それとも黒姫さんが恋をしないと言ったからか？この胸にあるよくわからない重みのせいか？よくわからない。さあ、煮込んじゃいましょう。切れた？
入れてくよ。お願い。了解。恋に落ちそうにない姉さんの言葉にうなずいて、切ったじゃがいもを鍋の中に落とした。おー。なるほどね。はい。ここで止まるか、てか終わるか。2です。はい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 。はい。ということで、こちら、ここまでか、が、アマカノ2の、体験版になります。いやー、面白かったなー。なんか、あれだね。やっぱ3人とも、ヒロイン、その特性が全然違うじゃないですか。ね。特性とか見た目とかさ、なんかそういうのも全然違うじゃないですか。ね。けど、なんかその、だいたい基本的なそのアドベンチャーゲームってさ、この子が好きとかこの子があんまり得意じゃないっていうのが、やっぱ、人の好みだからさ、必ず存在するわけよ。けど、このアマカノに関しては、その好み云々も、それは大切だけど、その、なんて言えばいいのかな。あれよ。他のヒロインの物語とかも、ちゃんと見てみたい。例えば、おじさんだったら、まあ3人ともすごいなんか可愛くて好きなんだけど、まあ今回はこのゆうひちゃんを選んだわけやねんか。こうやってゆうひちゃんのストーリーもすごい気になるし、その他にも、レイとか、姉さんとか、そっちら辺のストーリーもさ、選ばなかったけどちゃんと選びたいから、3周、クリアした後にまた別のこのルートみたいな感じで、ちゃんと3周、ヒロイン分の周回をしたいなっていう気持ちになるような、すごいなんかその、なんだろう、物語が気になる。この先の物語が気になるっていう作品、でしたね。いやー、なかなか面白いものをプレイさせてもらいましたね。まあ、これに関しては、これというか、アマカノに関しては、もうすでに発売されてますし、で、今年の4月やったっけな ?2023 年の4月あたりに、アマカノ2プラスっていうのが、発売しておりまして、それは、だいたい今がこれ秋から冬にかけてなんですけど、春から夏にかけてに新ヒロイン一人登場したのと、あと、このヒロインたちとのプラスの、ストーリーってのがありますんで、それがね、なんかごっちゃになった、てか、ガッチャンされた、そのパーフェクトエディションというか、コンプリートパックみたいなやつも確か発売されたはずやから、気になる方はそっちの方を見てもらったらいいんじゃないかなとは思います。このエクストラってのは何かって言ったらエッジシーンですね。エッジシーンですね。千歳のお姉ちゃんが手でしてあげる。夕日の我慢できずに温泉でおねだり。エイのくんくんお目覚めフェラ。おお。いいな。ちゃんとネタバレだからね。まあ、これは放送には映せませんから。動画にはもう確実に映せませんから。おじさん一人で楽しもうかなと思います。はい。いやー、なかなか面白い作品プレイさせてもらいました。パーフェクトエディションの、プラスか。アマカノ2プラスの方も、確か体験版配信されとったはずやから、今状況確認して、新ヒロインの、ルートがありますから、そっちの方も、プレイしたいなと。好みで言ったら、見た目の好みで言ったら、新ヒロインがなかなかおじさんがね、ツボに入りそうやからね、ドキドキワクワクしとるんやけどね。マジそんな話しとったら、マジ動画1本分ぐらいになりそうやから、そろそろ終わっときたいなと思います。それでは、アマカノ2ですね。一応これ正式タイトルで言ったら何になるんだろうな。アマカノ2体験版家族の印編プラス H になるのか。はい。以上、おじさんでした。今回自動音声でね、まだ話すんかいって感じだけど、まあ、しゃあない。今回ちょっと自動音声の読み上げでね、ちょっとお聞き苦しい部分も多分、まあもちろんあったと思います。音割れしとったりとかさ、その他もろもろ吸ったもんだがあったと思いますが、はい。まあご自身でプレイするのもありだし、この感じの精度であれば次回、アマカノ2プラスに関してはおじさんが読み上げてもいいのかなってのは、私が読み上げてもいいのかなってのは思いますね。まあそれは別に、メーカーさんが機能として付けとるわけだから、
それがいいとか悪いとかそういう話じゃなくて、そもそも悪かったらメーカーさんはつけないんで。かといって別につけたからいいってわけでもないわけじゃないですか。ね。だからそれはまあ別に賛否とかそういう次元の程度の低い話ではないので、そこら辺はご了承いただけたらなとは思います。はい。そんな感じで、もう本当にダラダラ話してしまうから、終わりたいと思います。以上、おじさんでした。お疲れちゃん。